皆さんこんにちは、まーさんです。今日は BMW のメンテナンスをしていきます。はい。BMW の整備メンテナンスでね、一つやりたいことがありまして、今回クイックジャッキをこのタイミングで買ったっていうのもね、その作業をどうせするならもうこの際クイックジャッキを買っちゃった方がいいだろうっていうね、そういうきっかけにもなったんですが、その整備とは何かと尋ねたらべんべん。ここにもう置いてありますけれども、ATF 交換ですね。これを今回やろうと思います。ATF の交換というのはボディを水平に持ち上げないといけないですし、それから、ボディのね、中央付近に、オートマがあるので、ボディの下に潜らないといけないのでね、それでクイックジャッキを今回買ったっていうのもちょっとあるんですよね。あとパーツもね、オートマフィルター、オートマのガスケットと買ってあります。これでね、すべて作業は問題なくできるはずですね。はい。では、頑張ってやっていきます。今日やる作業の手順としてはですね、簡単に言いますと、オートマフルードを抜いて、オイルパンも外して、できる限りオートマフルードを抜ける分だけ抜いて、それからオイルパンをもう一回はめて、フルードを入れると。そしてエンジンをかけてしばらく循環させて、またオートマフルードを抜いて、オイルパンも外してできるだけ抜いて、そしてまたオイルパンをはめてっていう繰り返しを何度かやる。何回やるかというと、オートマフルードペール缶で20リッター買ってあるので、その20リッターがなくなるまでやります。そして最後にですね、オイルパンをきれいに洗って、ガスケットも新品に交換して、それからオートマフルードフィルター、ストレーナーですね。それも新品に変えて、閉じて新しいオイルを入れて終わりと。そういう作業をします。はい、これがエンジンで、エンジンの後ろ、この辺りからがオートマチックトランスミッションですね。このちょっと四角い穴が開いてますけど、この中からトルコンが見えます。この辺全体トルコンで、この後ろがオートマチックトランスミッションと。大きなオイルパンがついてます。そしてその後ろに行くと、ちょっと遮熱板でもう見えなくなってますけど、リアタイヤのところまでプロペラシャフトが続いていると。こんな感じですね。はい、ここからナレーションです。作業を開始していきます。オートマのオイルパンのある場所ですけど、今度は横方向から入っていくと、こんな感じの場所にありますよということですね。まず何はともあれ、ドレンプラグを外して ATF を抜いていきます。どんな真っ黒な ATF が出てくるか。という以前にですね、このドレンボルトが非常に硬くて外すのに苦労しました。後でお見せしますけど、このドレンボルト、それから上のフィラーボルトもそうなんですが、頭というか傘に当たる部分がすごく大きいんですよね。ですからそこがちょっと固着すると非常に外しにくくなるみたいです。今ドレンボルトを外して ATF が出てきました。真っ黒ですね。この BMW 走行距離が7万キロぐらいなんですけれども、普通に考えて今まで一度も交換してないだろうなと思います。整備記録なんかにも載ってないですしね。7万キロ乗るとこれぐらい黒くなると。だけど、BMW 的には ATF は新車から廃車にするまで無交換でいいよっていうことにはなってるんですけどね。はい、ドレンのところから ATF が、抜けるだけ抜けたら、今度はこのオイルパンを外してしまいます。ここで大活躍したのがですね、前に紹介したこの電動ドライバーのちっちゃいやつですね。これが今回めちゃくちゃ大活躍しました。このドレンパンを固定しているボルトの数がめちゃくちゃ多くて、しかも結構長いので、かなりぐるぐる回さないと外れないんですよね。これを手でもし回したらもうめちゃくちゃ大変ですね。下から上向いての作業なのですごい疲れます。かといって普通の電動ドライバーだと重くてそれもまた大変なんですが、その点ね、この小さい、電動ドライバーは本当に助かりました。はい、今、ボルト2本だけ残した状態で固着を剥がしてます。固着が剥がれるときにハンマーの音がちょっと変わってきます。
はい、こんな感じで固着剥がれました。いよいよオイルパンを外していきます。自宅で ATF を交換する場合、この作業で ATF を床にぶちまけちゃうっていうパターンが結構あるみたいですね。非常に慎重に、今ガスケットの固着を剥がしてますが、慎重にやりましたので、全然ほとんど一滴も床にはこぼさずに外すことができました。オイルパンを外すとこんな感じですね。やっぱり相当汚いですね。一番手前の平べったいパーツがストレーナーです。はい、これが取り外したオイルパンなんですが、ガスケットがね、なんかすごく高そうな金属っぽいのとゴムを組み合わせたこういうガスケットがついてるんですよね。だけど今回新たに購入したガスケットはごく普通の紙っぽいやつなんですけど、これで合うのかな？どう考えても格好が違いますね。違うな。ガスケットの形がどう考えても全然違います。どういうこっちゃ。はい、それからここに磁石がありまして、よいしょ、あれ？磁石じゃないのこれ。磁石ですよね。こういうふうに磁石に鉄粉がついて汚れを吸着するという風になってます。磁石がでかすぎて剥がれない。よっ、取れた。すごいでっかい磁石がついてますね。それにしてもガスケットが違うな。はい、こちらは今排出した ATF です。こうして見てもかなり汚いのがわかります。今拾ったのがドレンボルトですね。さっき落っことしちゃったので。こういう形をしてまして、銅やアルミのパッキンではなくて、このゴムのオーリングみたいなのでシールをするという、そういう構造になってます。続いて磁石を洗ってますが、話をちょっと戻しまして、ガスケットとあとストレーナーもですね、全然間違ったやつが来てました。これですね、マーさんが間違えて買ったというわけじゃなくて、車体番号をお店に伝えて適合確認を取ってもらってたんですが、その適合確認がもう間違ってたと。それでショップに連絡していろいろお話ししたんですが、その何度確認しても、お店、要は BMW のシステムですね、に車体番号を入れると間違ってる方のガスケットが出てくると。じゃあこの車両はミッションの世界艇あるんですかねって言ったら、いやそんなことはないでしょうと。2000年ぐらいまでの BMW のパーツリストは結構間違ってるので、やっぱりそういう間違いなんでしょうっていうことになりまして、それで、間違ってたガスケットストレーナーは無料で返品させていただくことができまして、正しいガスケットもですね、すぐに届きました。はい、こちらはオイルパンもきれいに洗った後ですね。ドレンボルトがついてるところなんですけど、こうして見るとよくわかりますが、裏からナットが溶接してあるんですね。ですからこのナットの高さ分だけ ATF は、それ以上出てこないということになります。だからドレンボルト外しても ATF ちょっとしか出てこないよっていうことになるわけですね。はい、次は新しい ATF を入れるんですが、ここでですね、ちょっと一つ手順が間違ってまして、今からその ATF を入れるフィラーの方を開けるんですけれども、本当はこれ一番最初に開けておかないといけないんですよね。なぜかというと、何かの都合でですね、フィラーがもし開けられなかった場合、最初にその作業をしていれば、開けられなかったねで、それで済むんですが、今回みたいに先に ATF を出した後で、あれフィラー開かないっていうことになると、もう車両も動かせないですし、もうどうしようもない状態になってしまうわけですね。そして実際ですね、今回フィラーが全然外れませんでした。相当焦りました。トルクスのネジなんですけど、トルクスのソケットをはめると、もうスペースがいっぱいで、ソケットツールのハンドルをはめるスペースがないんですね。それで困りまして、
ソケットのシャフトのところに小さなメガネレンチを通してこうやって回そうとしたんですが、レンチの方がひん曲がってしまいまして、どうしたもんかといろいろ悩んだ挙句ですね、結局このソケットのコマの方をですね、こうやって六角形に削りまして、この削ったところに 14mm のメガネレンチを入れて、これでですね、なんとか回そうと。本当にもうこのフィラーボルトを開けるだけで1時間ぐらいかかりましたね。よと、このロングストレートでも全然ビクともしなくて、さらにまたパイプを継ぎ足してですね、ようやく緩めることができました。バキッと、こういう感じですね。はい、なんとかフィラーボルトが外れましたので、オイルパンをはめていきます。今この時点ではですね、ストレーナーも、ガスケットも、交換してないです。古いやつをそのまま再利用します。この後 ATF 入れますけれども、それで走るわけじゃなくて、このままちょっとエンジンを数分かけるだけですからね。はい、はめるときもこの小さな電動ドライバーが非常に役に立ちました。はい。では、新しい ATF を入れます。このようにですね、フィラーのところにホースを引っ掛けておきまして、こちらにあります、これが手動のポンプですね。そしてポンプの反対側をこの ATF の管に突っ込んでおいて、ポンプをシュコシュコ動かすと、そういう風にして入れていきます。これ手動なので結構大変かな、腕が疲れるかなと思ってたんですが、全然楽勝でしたね。やっぱり ATF って柔らかいんですね。以前に80、140だったかなのミッションオイルをこの方法で入れ替えた時はもう腕がパンパンになりましたけどね。はい、今ちょっと溢れてるのが見えましたが、溢れるまで入れたらフィラーを閉めておきまして、エンジンをかけます。そして、できればですね、オートマの全ギアですね、1速から5速までとバックと全部入れるといいんですが、この持ち上げた状態では、1速2速とバックしか入らないかな。3速入れようと思ったけど入らなかったです。ですのでその状態で、数分でいいですよね。数分エンジンを回しまして、そしてまたですね、オイルパンをもう一回外します。同じ作業の繰り返しなので特に説明することもないんですが、ただ一つ確かに言えることはですね、このあたりでもうマーさんの体力が結構限界になってしまいまして、ですから予定ではね、もう1、2回同じ作業を繰り返すつもりだったんですが、もういいかってちょっと挫折しまして、もうこれで、ストレーナーガスケットを新品に交換してしまうことにしました。ですから今、古い方のストレーナーを一生懸命外そうとしてます。ちなみにこのストレーナー分かりにくいですけどめちゃくちゃ汚れてます。今右にですね出しましたけど、上が最初にオイルパン開けた時のストレーナー、下が後で交換する新品なんですが、この下の面って、要するにステンレスの板なんですよね。ですからシルバーなんですけど、なんかこう茶色っぽくなってますね。これすべて汚れが付着してるせいです。ですから内部のフィルターはもっともっと汚れてるだろうなっていうことになります。はい、ガスケットとストレーナーですね。左が間違ってたやつ、右が新たに届いた正しいやつです。左のやつはもうすぐに返品しました。全然違いますね。オートマ自体がね、メーカーからして全然違うものがついてるので当たり前なんですけどね。はい、こちらが古いガスケットとストレーナーです。そしてこちらが新品ですね。ストレーナーガスケットはすごく高いんじゃないかと思いましたが、全然安かったです。こちらはストレーナーを外して中がよく見えるようになったオートマですね。
この見えてるのが、ソレノイドだかなんだかで、それも外して掃除するとかいうこともあるらしいんですが、その辺のことはよく知らないので、下手な手出しはせずにですね、今回は、この周りのガスケットが当たる部分だけ掃除をしておきました。ところがですね、ここでまたちょっとトラブル発生というか、新品のこのストレーナーが全然入らなくて、ゴムのシールみたいなのがあるんですが、それがゴムじゃなくてプラスチックでできてまして、めちゃくちゃきついんですね。しかもですね、外した方のストレーナーにはそのシールが1個しかついてない。まあ当たり前ですね。ところが新品の方はなぜか同じシールが2個重ねてついてまして、これで合ってんのかな間違ってんのかなと思いつつ、悩みながらですね、でもまあ、両方2個のシールを、2連装で入れて、なんとかかんとか、取り付けることができました。ここでまた30分ぐらいはかかって相当体力を消耗しましたね。はい、次は新品のガスケットを入れてオイルパンを取り付けていきます。まあこれは作業としては全然問題ないんですが、ボルトがですね、新品のボルトが付属してまして、そしてそれにですね、ネジロック剤がすべて塗ってあるんですね。そのネジロック剤がめちゃめちゃなんか硬くてですね、ですからこのボルトを全部締めるのにまたね、すごい体力を使いました。今これ T 字のレンチで締めてるんですが、もう電動ドライバーではきつくて締まらないんですね。かといって大きい電動ドライバーでガーッと締めるとなんかね、そういうのはちょっと、事故が起きそうなので、やっぱり慎重に手で締めていこうと思って手でやったんですが、かなり疲れましたね。オイルパンが取り付けできましたら、もう一度 ATF を入れます。2回目ですね。そしてですね、これ、最初に排出した ATF 左と、2回目に排出した ATF です。まあ、両方汚れてますけど、ちょっと綺麗になってきたのがわかるかなと思います。はい、ガスケットもストレーナーももう新品にしましたので、これであとオイル量を調整して終わりっていうことにしても全く問題ないんですが、ペール缶の中に新品の ATF がまだ大量に残ってますので、置いといてもしょうがないからさらにどんどん変えていこうということで、今度はですね、オイルパンを外さずにドレンボルトだけから抜ける分で、出しては入れすればいいだろうと。これだったら、まあ体力的にもそんなにきつくないだろうということでやってます。ただこれですね、ドレンから抜ける ATF の量が本当に少なくて、3リッターも抜けないんですよね。なので、出して入れをすると言っても、ちまちましてて、なんか全然拉致が開かない感じなので、これもちょっと途中でもう嫌になりまして、3回目、4回目もやったんですが、そこでもうやめることにしました。ペール缶の中にですね、まだ新品の ATF が多分5、6リッター残ってるんですが、まあいいやっていうことで、結局ですね、都合なんだかんだで ATF を4回抜いて4回入れたと。そしてこれが4回抜いた分の ATF、左から順に古い方ですね。一番右になると相当綺麗になりましたけど、でも傾けるとやっぱりちょっと汚いのがわかります。こんな感じになりました。はい、そしてもう最後に ATF の量を調整して終わりにしようということで、ATF 量はですね、ATF の、温度が40から50度の時にエンジンを回した状態で、フィラーのとこから溢れる量で、調整するということになっているそうです。ですからちょっとテスト走行も兼ねて、家の近所をね、一周しました。これで ATF も温まるだろうということで。そしてその ATF の温度なんですけど、ATF の温度なんてどうやって測るのって話ですが、実はですね、こうして OBD に、こういう C110 っていうやつですけど、これをつなぐとですね、
トランスミッションオイル添付って出てますね。こうやってわかるんですね。今、55度になってました。家の周りを一周しただけなのに随分すぐに上がるんだなと思って、また1時間ぐらい冷やしてね、45度ぐらいに冷やしてからもう一度作業を再開したんですが、今エンジンをかけたままの状態でフィラーを外しましてオイルを入れてます。そうするとですね、先ほどオイルが冷えててエンジン止めた状態で、溢れるまで入れたのにプラスして相当びっくりするぐらい入りました。2リッターぐらい入ったんじゃないですかね。ですからやっぱりエンジンかかってるときはポンプで吸い上げられてるっていうことなんでしょうね。今慎重にね、もうどうせすぐ溢れてくるだろうと思って慎重に入れてるんですが、ちっとも溢れてこないという、そういう感じです。はい、ちょっと見えにくいですけど今溢れてきました。ですのでこれで、ポンプを外しましてフィラーを、もう一度はめておきまして、すべての作業は完了ということになりました。いやー疲れた。この後テスト走行もしたんですが、もともとそんな不具合があったわけじゃないので別にそんなに変化はなかったんですけど、ただ今まではですね、朝一の冷えてる時はちょっと発進の時にちょっと、ショックが大きいようなところがあったんですね。ATF を入れ替えてからは朝一の冷えた状態の発進でも、温まってる時と同じようにスムーズに発進するようになった、そこが唯一の違いかなと思います。はい、といったところで今回の ATF 交換なんとか完了しました。これでまた一歩 BMW が完璧な状態に近づいたかな。はい、ということで今回のマーさんの動画はここまでです。今回もマーさんの動画をご視聴いただいてありがとうございました。